こんにちは、大峰です。今回はですね、フュージョンの中身、一見難しく見えるこのフュージョンですけど、実際はこんな簡単な仕組みでできているっていうことについて解説というか、説明をしていきます。これを知ると、ダヴィンチリゾルブのそのフュージョンの機能っていうのが、なんていうかな、もっと身近に感じられると思うし、他の人とデータをやり取りするとか連携するとかで非常に役に立つ情報だと思うんで、ぜひ参考にしてみてください。それじゃあ説明の方を始めていきたいと思います。今回の情報はかなりマニアックなので、あまり使う人はいないかもしれないんですけど、ダヴィンチリゾルブをどんどん使っていきたい、覚えていきたいとか、効率化していきたいとか、そういった方だったら役に立つ情報だと思うんで、ぜひ最後まで見てもらえればなと思います。まずですね、これ今、フュージョンページなんですけど、このフュージョンページで簡単なグラフィックを作っています。ノードの構成としては、バックグラウンドの上にこの3つのバックグラウンドがあって、この3つのバックグラウンドがこの薄い紫で、全部数値は一緒なんだけど、でも唯一違うのはこのレクタングルの位置を変えて横一列に並べています。で、こうやって画面全体を見て、次にこのノード全体を見てみると、この一見するとノードってダヴィンチリゾルブのこういった操作画面の一部として映るかもしれないんですけど、実はここの部分、このエリアに描画されているものっていうのは実は全てスクリプト言語で書かれているもので、例えばバックグラウンドのノードを1個クリックしてコピーで別のアプリに移動。今回はテキストエディターの方にペーストすると、それが貼り付けることができます。で、この薄い紫っていう色のパラメーターに関しては、たくさんあるこの英語の羅列の中で、レッド、グリーン、ブルーっていうところが見えますが、ここのバリューですね。このバリュー自体が3つありますけど、この3つをいじることで、この薄い紫になってるわけですよ。だから仮にここを、この画面で、そうですね、7にしてあげて、全部コピーして、次、フュージョンページに戻って、適当な場所で何も選択してない状態でペースト。そうすると、バックグラウンドノードが出来上がりました。そしてこれをプレビューすると、わかりますかね？色が、よいしょ、こうなります。色が変わっています。今やったのは、このノード、バックグラウンドノードをコピーして、ここに貼り付けて、貼り付けられた中から色にまつわるパラメータの数値を変えて、それをさらにコピーして、このフュージョンに戻り、フュージョンページでペーストしてやっただけです。そうすることで、こうやって何もしてないのにここにバックグラウンドノードが出来上がって、そのパラメータ、この今変えたのは赤なので赤の 0.7 っていう、さっき僕がテキストエディターで打ち替えた数値が反映されているパラメータのノードが出来上がっているということになります。こうすることで、例えば外部のアプリとか、もしくはこれからお見せするような、なんていうかな、ちょっとした利用シーンみたいなところで、こうやって使うんだみたいな、そういうイメージが湧くと思うんですよ。今回用意しているこの簡単なオブジェクト3つ、例えばこれがもっともっと複雑になって、ものすごく、ノードの数が膨大になったと仮定して、その時にこの3つある色の1つがですね、例えばこの、それこそさっきの色みたいな、こういうふうに1つ変えて、この色がこの紫よりもいいってなった時に、じゃあこの真ん中の紫、右側の紫、これも全部この色、ちょっとマゼンタ色のピンクっぽい色に統一してくれっていうオーダーがもし来たとしたらどうするのかって話ですね。そういう時は非常に厄介です。今はシンプルなので、
こうやって隣同士にありますけど、もう複雑なノードになると膨大なノードの数の中からこの薄い紫2つを探さなきゃいけないかもしれない。そういう時に例えば、一回戻しますね。例えば3つコピーしましょうか。3つコピーして一回消してペーストで、さっきの数値に戻します。 0.85 ですね。この色。よし。またコピーしてテキストエディターに戻り、テキストエディターで新規ドキュメントを作って色を変えたものをペーストします。これが色を変えた後ですね。これがオリジナルの紫の3つの紫のオブジェクトです。例えばこの色のパラメータ、これをこうですね、3つをコピーして、次にコマンド F、コントロール F でもいいんですけど、検索にしてペーストします。そうすると3箇所全部一気に見つかるので、置き換え、置換処理っていうんですか、それに切り替えてあげて、そこでこの箇所をすべて、これですね、色を変えた後のパラメータでこうやってちょっと画面がこれで OK ですね。置き換えてあげると。で、全てを選択すると、このハイライトされた3箇所のパラメータが全て置き換わります。あとは全部選択してコピーで貼り付けと。これで3色すべて色が変わっている。今回のこの例だと規模が小さすぎてメリットがあまり伝わりづらいかもしれないんですけど、規模がとにかく大きくなった時に今みたいな要領で狙ったピンポイントのパラメータだけを一瞬で見つけ出して、それを全て一度で変換できるとか、そういう使い方が可能になるので、マニアックではあるけれども活用する、すべきところではものすごい威力を発揮するっていう、このテクニックをぜひ覚えてもらえればなと思います。以上です。